世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。毎年世界各国で数えきれないほど開催されているお祭りは、地域の伝統や四季に由来するもの、神仏や祖先、自然への感謝と祈りを込めたものなど、その種類や形式は様々です。その中でも日本は伝統が受け継がれているお祭りが数多く残っており、普段は真面目でおとなしいと言われる日本人が熱くエネルギーを爆発させる機会として海外の人々からも注目される文化となっています。今回は外国人も魂を揺さぶられる壮大なお祭りという話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。コンコンチキチンコンチキチン。日本三大祭りの一つと言われ、京都で約1200年も続く祇園祭のお囃子です。切符入りと呼ばれる神事始めの7月1日にお祭りの無事を祈ることから始まり、7月31日に祭りの終わりを感謝する疫神社名護祭が行われ、幕を閉じるまで1ヶ月にわたって多彩な祭事が行われる八坂神社の祭礼で、毎年100万人を超える観光客が訪れる大規模な伝統行事。中でも先祭りの17日と後祭りの24日に行われる山鉾巡行と神輿渡御が人気です。これは八坂神社の神様がお乗りになった神輿が市中を渡るに際し、通る道をあらかじめ清めるために、山車の一種である山鉾が34基にもわたり、京都市内を練り歩き、その後、ご神霊を乗せた3基の神輿が高々と担ぎ上げられるという、荘厳で豪華絢爛な光景。期間中、京の街はお祭りの情緒があふれ、大勢の人の熱気に包まれるのです。そんな日本の伝統である祇園祭を紹介する動画が以前、海外で公開され、日本好きな海外の人々だけでなく、初めて知ったという方からも称賛と歓喜の声がたくさん寄せられていましたので、その一部をご紹介していきましょう。海外の反応。なんてこった。こんな素晴らしい世界がこの世に存在しているなんて。信じられないほど壮大で、まさに魂が震えるって感じ。私は日本のお祭りが大好きよ。このお祭りに登場するすべてのものが美しいね。豪華な文化や芸者の大ファンになった。絶対に日本を訪れてみようと決めたよ。日本よ、まだこんなものを隠していたのか。そんなにたくさん体験したくなる祭りを開催しないでくれ。お金がいくらあっても足りないじゃないか。日本は魅力的すぎるよね。そこへ行けない僕は、こんな素敵な動画を見ることは感動すると同時に、もどかしい気持ちでいっぱいになるんだ。私はこれに参加したことがあるわよ。とても素晴らしかった。あなたが日本へ行けない理由はわからないけど、たくさんの動画があるから、せめてそれを見て元気を出して。とてもきらびやかで美しいのよ。初めて祇園祭に行った時の感動が忘れられないの。祭り自体はとてもエキサイティングで、日本人とは思えないほど勇ましかった。日本人へのステレオタイプが強かったんだって思い知らされて、日本を理解できた素晴らしい経験だったわ。日本の伝統を感じられるよね。しかしあの暑さはとんでもなかった。日本人は同じ人間とは思えないほど涼しい顔をしてたぞ。一体どうすればああなれるんだ？舞妓さんでしょ？綺麗だったわ。私もなりたい。女性たちが汗一つかいていなかったのは謎だが、男性たちは汗まみれだったぞ。それがまたかっこよかった。次に日本を訪れる機会があったら、絶対ここを訪れようと思ったね。僕は祇園祭を見たくて京都を訪れたんだけど、予想以上にたくさんの人で混み合っていたよ。
日本のお祭りが混むってことはもちろん知っていたし、経験もあるけど、祇園祭りだけは桁違いだった。私は妹と山鉾を見れたのよ。開催されるのを知らずに訪れたんだから、本当にラッキーだった。暑さと人混みはすごかったけど、それも含めて貴重な体験だったわ。みんなはパレードを見たのかな？実は前夜祭の宵山の方がビッグイベントだってのは知ってる？山鉾が飾られているし、パレードより涼しいし、おすすめだよ。山鉾はとても鮮やかな色合いだよね。あれこそが超一流のアートだと言える。京都の祇園で8年間働いて暮らしていたよ。そんな僕がみんなに伝えたいことは、この地域を愛してるってことだ。この祭りによってまるで魔法のように街の雰囲気が変わるんだよな。普段おとなしい日本の人々もまた魔法にかけられたように熱くなるんだ。京都の街で過ごした時間は本当に宝物だよ。日本の京都が大好きだよ。祇園を歩くだけでまるでタイムスリップしたかと思うほど京都の歴史を肌で感じられる。祇園祭りはその総集編ってとこかな。以上が海外の人々の反応でした。祇園祭りの壮大さに心を奪われる様子がコメントから伝わってきましたね。1200年以上前から続く祇園祭りは御霊会が起源だと言われています。これは平安時代の初めに全国に蔓延していた天然痘や赤痢などの疫病、さらに富士山の大噴火や貞観地震と呼ばれる東北での大地震などをたたりと考えた当時の人々がこれを鎮めようと行った祭礼であり、悪霊を移し宿らせることができる矛を全国の国の数と同じく66本立て、疫病退散を祈ったのだそうです。そして経済が発展した室町時代になると、町ごとに山鉾を作るなど徐々に規模が拡大し、それぞれの町が競うように装飾はより華やかに、より工夫が凝らされ、現在の美しい山鉾の姿が出来上がったんだとか。海外からも熱い視線を注がれる山鉾ですが、聞いたことはあるけれどよく知らないといった方もいらっしゃるかと思います。ここからは祇園祭りを知らない人も訪れたことがある人も楽しめる豆知識をご紹介していきましょう。山鉾とは祭礼で引いて移動する山車の一種で、車の台の上に家や山などの作り物をして、その上に鉾や薙刀などを立てたものですが、厳密には山と鉾に分けられています。山の高さは5階建てのビルほどもある約15メートルで、重量は約 1.2 トンから 1.6 トン。鉾はさらに高く、8階建てビルに相当する約25メートルで、重量は約11トン。これは地球上で現存する最も重い動物、アフリカゾウを超える重さです。この巨大な山鉾は巡行が終わり、それぞれの山鉾町に帰着するや否や、その場ですぐに分解されて倉庫に収められます。そして代々受け継がれてきた釘を一本も使わず、縄絡みの伝統技法で組み立てる山立て、鉾立てによって毎年3日ほどをかけ組み立てられるそうです。次にご紹介するのは山鉾巡行の順番。なんとくじ引きで決められているそうです。しかしくじ取らずと呼ばれる毎年順番が固定されているものもいくつか存在し、巡行の先頭を飾るのは山鉾の上にまっすぐ立てられた薙刀が特徴の薙刀鉾と決まっています。理由は巡行の中にあるしめ縄切りという神域との境界線とされているしめ縄を切ることで、山鉾がこれから神域へ進んでいくという意思を表す儀式で、しめ縄を切る役割を担っているのが薙刀鉾だからです。神様の使いである稚児がそのしめ縄を太刀で切る様は、見守る誰しもが緊張し、切れた瞬間は拍手喝采で感動の嵐が巻き起こります。最後にご紹介するのは山鉾を華やかに飾る装飾品であるタペストリー。それぞれが異なるものを飾り、動く美術館と形容されるほどの美しさを誇り、西洋の図柄もいくつか含まれます。エジプトのピラミッドやイラクのバグダッド宮殿、さらには旧約聖書の一部などなど、
鎖国を行っていた日本が当時、唯一交易をしていたオランダから徳川家に献上され、それが京都の豪商に渡ったとされる説が濃厚のようですが、その種類は様々で、ルーツは未だ謎が多いそうです。歴史的、文化的にも非常に貴重なタペストリーが多いため、巡行には本物ではなく、復元品や新調品が使用されているものもあるようで、例えば34基ある山鉾の一つ、恋山を飾るタペストリーは、16世紀のベルギーでニケイズ・アエルツという職工職人によって作られた5枚セットであり、17世紀、長谷倉常長がローマ法王から伊達政宗への贈り物として5枚を持ち帰ったうちの1枚なのだとか。これは日本にしか残っていないため、重要文化財に指定されているそうです。今となっては大変貴重なこのタペストリー、なんとそれを9つに裁断し、それぞれに仕立て直してあるというのがまた驚きです。以上、祇園祭を華やかに飾る山鉾についてご紹介しました。この他にも祇園祭には一般的なちまきとは異なる厄除けが目的のため食べられないちまきや、各山鉾町の人たちによって口伝えで守り継がれているそれぞれのお囃子、八坂神社の門を敬い、7月はきゅうりを食べないという習わしがあるなど、京都の人々がこのお祭りへ特別な思いを抱いている要素が至るところから感じられます。伝統文化を守ることへの覚悟と心意気は、応仁の乱や大火、戦争、コロナ禍をも乗り越え受け継がれているのです。知れば知るほどとても奥深い祇園祭。知識を深めるとより一層楽しめること間違いなしです。来年の開催が待ち遠しいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。京都の夏はとっても暑いですが、一度ぜひ生で見てみたいですね。ではまた明日お会いしましょう。